どうもこんにちは、なにこでございます。いや、今私のこの髪型を見てびっくりされた方がいっぱいいると思うんですけど、ちゃんと理由があってやってますんで、ちょっと待ってね。なんで私が今回、言うなればちょっと髪型がね、面白い感じになっているかと言いますと、私が以前投稿した動画で、半顔メイクをやったんですね。その半顔メイクっていうのが、片方男装で片方がお姉さんっぽいメイクをしたよっていう半顔ずつのメイクをやったんですけど、多分髪型から見て察していただけるように今回もそれをやるんですよ。ただなぜもう一度それをやるかっていう話なんですけど、気に入ってなくて、この動画の出来栄えが特にね、髪型の部分なんですよ。当時片方が男性っぽい髪型、片方が女性っぽい髪型になるようにニット帽をかぶってちょっと微調節してそういう風になるようにやったんですけど、やっぱどうしても難しいところがあったんです。で、今回もう一回やり直そうと思ったきっかけが、ロングウルフにしたんですね。髪型を地毛をロングウルフにして、以前より格段に襟足ウィッグが馴染むようになったんですね。だから今だったら当然ロングウルフの短い部分を使うことで男装っぽくできるし、こちらもうまく馴染ませられるようになった襟足ウィッグを使って女性らしい髪型を作るということができるということは、半顔メイクがめちゃくちゃ自然にいくんじゃないかということで、やっとこそのリベンジをさせていただくということでした。説明が長くなってごめんね。ということで改めてタイトルコールしちゃおうかなと思うんですけど、本日は何この本気を見せつけるぜリベンジ半顔メイクでございます。そうでございます。やっぱ片方男装メイク、片方お姉さんメイクっていうのは今までやってきた動画の集大成みたいなところもあるんだと思うんです。もちろんずっと持っていた知識も加え、メイク動画を撮る上で学んでいったこととかもたくさんあって、それをね今回は私の顔面にぶつけていきたいなと思っておりますので、正直今回は皆さんに参考になるメイクとかそんなことはあんまないと思うんですが、エンタメ動画として見ていただけたらなって、面白動画、片方男っぽくて片方女っぽいわ、へっへっへ面白いぐらいで見ていっていただけたらなって思います。じゃあやっていきましょう。ということで早速メイク始めていくんですが、その前に今回もカラコンをつけていくんですが、今回は男装メイクとねお姉さんっぽいメイクの2種類をやっていくということで、カラコンも2種類つけていくんですけど、今回女性らしい方のメイクに使っていくカラコンはもう以前から何度もご紹介しているみちゅみちゅのオルングレージュっていうグレージュっぽい可愛い感じのカラコンでございます。で、男装メイクの方に使っていくのはワンデイリフレア AI のルナーアイボリーというお色味のカラコンを使っていきます。こっちはね以前から何度も出しているので説明を省くんですけど、こちらはね初めて出すので、それっぽいことを言うと、色素が薄い感じに目をしてくれるとかではなくて、結構目をグレー一色にしてくれる感じ、ノペーっとグレー一色にしてくれる感じ、ノペーっとっていうとなんかネガティブなイメージになるかもしれないんだけど、グレーベタ塗りみたいな目にしてくれるカラコンでございます。ちょっとほんと説明がネガティブすぎるかもしれない。私はこれがいいと思って選んでるんです。すいませんね。じゃあカラコン片方ずつつけていきます。はい、こんな感じで片方ずつカラコンをつけてきました。こっちがみちゅびちゅオルングレージュで、こっちが AI のルナーアイボリーでございます。結構いい感じなんじゃないでしょうか。やっぱこっちがグレーのベタ塗りみたいな感じの目にしてくれるので、冷たい感じも出るようなカラコンになってますね。で、こっちは何度もお見せしてるのであれかもしれないんですけれども、優しい感じのグレージュなチュルンとした可愛らしい感じの目にしてくれるカラコンでございますね。いいカラコンチョイスだったと思います。じゃあメイクに入っていくんですけれども、メイクは眉毛から描いていきましょう。こちらの女性っぽい方から描いていこうかな。男性らしさと差別化をするとなると、横幅が短めで眉頭の方はしっかりぼかして、眉尻の方はちゃんと描いてみたいなコントラストをちゃんと作って、女性らしい眉毛はこんな感じですかね。眉頭をしっかりめにぼかして、であとは眉毛の角をなだらかに降りるように眉毛を作ってみました。そしたら男装用の眉毛に行くんですけども、これは単純明快長く太くです。がっつりどんどん下に眉毛を描き足していきます。で、眉毛の角とかもしっかり作ってあげるとキリッとかっこいい眉毛になるんじゃないかな。そうしましたらこんな感じで眉毛描けたんですけど、女性らしいメイク側の方にだけ眉マスカラをしておきます。やっぱ男性らしい顔にするってなると眉毛の色は暗い方がキリッとした印象になりやすいので、塗らずでいきますよ。はい、こんな感じで男女別の眉毛が出来上がりました。男性らしい方がこんな感じでございまして、女性らしい方がこんな感じでございます。めちゃくちゃ印象違うね。こっちの優し操作すごいし、こっちのキリッと感すごいよね。眉毛っ
って大事ね。学べるでしょこの動画。本当に眉毛って印象の中で大事なんです。そうしましたら今回は先にコントゥア系をやっていこうかなと思います。まずはノーズシャドウ言っていくんですけど、ノーズシャドウは女性らしい方のメイクは鼻が短く見えるように眉間に入れたら間を飛ばして鼻先に入れます。でそしたらこっち側の男性らしい方に行くんですけど、これはもう単純明快なんですけど、眉頭から鼻先まで一直線に下に下ろすようにノーズシャドウをいたしますと。で女性らしい方よりもしっかりめにノーズシャドウ入れちゃおうかなと思います。はい、こんな感じでノーズシャドウができました。ちょっと違いがね分かりづらいかもしれないんだけど、こっち側が女性らしく眉頭から入れて途中途切れさせて鼻先に入れるって言った方で、こっちがもう一直線に入れた方でちょっと濃いめにやった方なんですけど、結構違くない？印象こっちの方がすごい柔らかい印象の顔になってると思うんだよね。そんじゃあ顔面のシェーディングもやっていきますよ。シェーディングは男性らしい方からいくと、もみあげから一直線に真下に下ろすように塗って、フェイスラインもまっすぐ削りますと。そしたらこの頬骨の下にグッとシェーディングをしていきますと。であとは顎を尖らせるように V 字に入れるようにシェーディングをしますと。そしたら女性らしい方はくる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 丸を描くようにシェーディングを入れていきます。で顎も横に真横にシェーディングを入れていくと顔が短く見えるので女性らしく幼く見えると思います。はい、こんな感じでシェーディングが両方とも終わりました。そしたらねハイライトやっていきたいんですけど、どうしてもこの鼻の真ん中のハイライトは差別化することができない左右で中心すぎるから、ちょっとここだけはちょっと普通に入れます。で女性らしい方には鼻以外にも頬骨とか顎とか、あとはねおでこの真ん中あたりにおでこが丸く見えるようにくるくるっと丸めにハイライトを入れていきます。で男性側のハイライトなんですけど、男性側のハイライトはもうマットハイライトを眉毛の上に置くじゃんよ。そうするとさっきノーズシャドウで作った眉毛の下側の影と眉毛の上側の光で立体感がすごくよく出てくれるので、男性の方ってこの眉毛の上がねなんかボコッとしてることが多いの。何なのかあんま分かってないんだけど、眉毛の上が高くなっていることが多い気がするので、それをこのマットハイライトで再現していくっちゅうわけね。はい、こんな感じでハイライトも全体的に終わったので、そしたら早速アイメイクに入っていきましょう。アイメイクは今回こちらのアイシャドウを使っていくんですけど、ウェイクメイクのソフトブラーリングアイパレットの15番ボーンダークブラーリングというアイシャドウなんですが、もうこれぴったりなんですよ。こっち側の女性らしいメイクの方には同じく右側のピンクっぽかったり赤っぽかったりするやつを使っていきます。で男性らしい方には左側のグレー系とかブラウン系を使ってアイシャドウを仕上げていきます。このパレット便利でびっくりした。じゃあアイシャドウをやっていくんですけれども、女性らしいメイクの方はこのお色をまぶた全体に塗って、1個下のもうちょっと濃いピンクを目尻にのっけていきます。ちゃちゃっとね。そしたらお次はこんな感じのかなりピンキーな、アイシャドウでもチークでも何でもいいので、下まぶたの生え際をこれで埋めていきます。これでも可愛さマシマシにしていきます。はい、こんな感じで粘膜埋めもできましたら、一旦男装メイクの方のアイシャドウをやっていきます。こっちも単純明快なんですけど、男装メイクの方はここのお色味をまぶた全体に塗って、下のお色味を目尻に塗っていきます。はい、こんな感じでパッと塗れたら、お次はこちらのお色味で下まつげの生え際を埋めていきます。こっちはね可愛いピンク色で粘膜埋めをしたんですけども、こっちはがっつりかっこよくクールにグレーで埋めていきます。でこんな感じでアイシャドウ全般が終わりましたので、そしたらお次涙袋を作っていくんですけど、女性らしいメイクの方の涙袋はとにかく大きく、そして目尻の方を垂れさせて作っていきます。でかつ使う色もアイシャドウに合わせてピンクっぽいお色味で涙袋の影を描いていきます。こっちは細くて目の形に沿った涙袋を作っていきます。本当に最小限の涙袋って感じで、こんな感じで両方とも涙袋が作れました。結構これでね印象が違うでしょ。顔の印象が全然違うの。涙袋もすごい重大なんだよね。すごいでしょ。そしたら下まぶたのねラインも描いていくんですけど、こちらの男装メイクの方は三角ゾーンをそのままなぞる感じ、垂れさせたりもしないし、弧を描くように描いたりもせず、本当にただまっすぐ三角ゾーンをなぞるだけです。ちなみにこっちを描くアイライナーはグレーっぽい感じのやつで描きました。そうしましたらこっちは赤っ
ぽいペンシルで垂れさせるようなラインを描いていきます。さっき涙袋垂れさせて描いたので、この垂れさせた涙袋と平行ぐらいな角度になるように作っていきますと、今度はですね、私はちょっと二重幅を作り変えたいなと思っておりまして、こちら側は二重幅の目尻側がちょっと釣り目っぽくなるように目尻側だけ幅を広げていきます。で、こちらちょっと全体的に幅を広げていきます。ちょっと待っててね。はい、こんな感じで二重幅を作ってきたら、お次アイラインを描いていきます。アイラインは男性っぽい方も女性っぽい方も一応普通の真っ黒なアイライナーで描いていきましょうかね。まずこっちはキャットラインみたいにキュインって上がるアイラインもあると思うんだけど、それはどっちかといえば女性らしい印象になりやすいので、直線でガツンとつり目になるようなアイラインを描くことを推奨いたしますわ。こんな感じですかね。ピーッとまぶたの上が一直線になるようなアイラインを描いたら、こっちは一般的なアイラインを描いていきます。跳ね上げず目の形に沿ってピッと下ろしていくだけのアイラインですね。こんな感じ。もうこっちよりかは完全にめちゃくちゃ細くナチュラルな感じで描いたら、そしたら次まつげに行きましょう。でね、男装の方で何かまつげにやることがあるのかいって思われるかもしれないんだけど、男装の方はビューラーとかはせずマスカラだけを塗っていきます。あとは黒目の真下部分に若干マスカラを塗っておきます。こうすることで下まぶたが引っ張られた印象になってかっこいい感じの顔になりやすいので、黒目の真下だけに塗って、女性らしい方のメイクの方はつけまをつけていこうかなと思います。特に深い理由はあるわけじゃないですけど、こっちとこっちで差をすごく広げていきたいので、つけまをつけてより女性らしさに拍車をかけたいなっていう所存。つけてきます。まつげこんな感じでつけまがつけれました。結構長さがある感じのやつをつけたので、より女性らしさが出てるんじゃないかなと思いますので、適当に下まつげを塗っていくんですけど、こっち側は目尻側にだけ塗っていきます。なるべく柔らかい印象になるように目尻にだけね。はい、こんな感じで下まつげにも適当に塗れたので、そしたらこっち側だけね、目頭切開をしていきたいんです。下に切開を描いたら、目頭切開の終了地点から真横にピッとラインを描いてあげて、目頭をこんな感じでカックンとかっこいい感じの目頭にしていきます。こんな感じでアイメイクは終わりなんじゃないかなと思います。めっちゃ印象違うね。シンプルにめっちゃこっち可愛いメイクに出来上がったし、こっちもこっちでかっこいい感じにメイクが出来上がったんじゃないかなと思うので、そしたらね、チークやっていきます。塗るのは女性らしいメイクの方だけなんですけど、ずっと使ってるこのピンクを真ん中あたりほっぺのに乗っけていってって感じかな。そしたらラストリップです。リップは男装の方は Into You の EM10 番を内側にだけ塗って、でリップで若干ね口の横幅も出していきます。でこっちは真っピンクのティント上下にオーバーリップをしていきます。さっきはね口角にオーバーリップをしたんですけど、上下にオーバーリップをすることで女性らしい印象にしていきました。はい、ということで半顔メイクが完成いたしました。現段階では顔面を隠させていただいておりますが、お披露目させていただこうかなと思います。じゃあまず女性らしい方のメイクからご紹介いたしますね。こんな感じでございます。じゃらーん、こんな感じでございます。男装メイクと差別化を図りたいっていうのもあったし、このロングヘアっていうのも相まって結構可愛い感じのメイクをしてみました。めちゃくちゃ可愛くないですか？普通に可愛いメイクできちゃってどうしようって感じなんだけど、長めのつけまをつけて女性らしくなるようにして、涙袋も大きくて唇も結構チュルチュルな感じの唇に仕上げて、でほっぺもねポワッとピンク色で可愛い感じのメイクに仕上げてみました。すっごい可愛いと思うんです。で問題はこっち側の顔面ですよって話ですよねって話。こちら側もお披露目していこうと思います。こんな感じです。いかがでしょう？結構顔面の印象違くない？これ半顔メイク大成功なんじゃないかな。こっち隠すとこんな感じなんですけど、かなりキリッとしたイメージになってて、影感を意識した男装メイクになっているかなと思いますね。ちょっと口角も横に広めに描いてみたりなんかしちゃったりしてって感じ。いや素晴らしいんじゃない？これが私のメイクの集大成ですよ。本当に今まで私が紹介してきたさメイクのテクニックみたいなものが大半出たんじゃない？今回の動画で。ということで本日は半顔メイクでございました。今回は一応リベンジということでねこの動画を撮っているんですけど、めちゃくちゃリベンジできてるんじゃない？前回よりしっかりめに差が作れていると思う。髪型とかメイクも含めてマジでね、今回の動画で一番伝えたかったことはね、本当にメイクって楽しいし、自分に満足いってなくてもメイクとかその他諸々のもので理想の
も自分に近づけるという面においてはすごく不可能ではないんじゃないかなとすごく私はずっと思っているので、ここまでメイクで変われる人がいるんだから私もメイクで変われるっしょって元気を持って生活をしてほしいなと思っております。そんじゃあ今週金曜日の動画はここまで。また来週金曜日の動画でお会いいたしましょう。バイバーイこれ何